はい、今回は前回の続きで、こんな感じのアニメーションを作っていきます。こちらは前回のプロジェクトを開いた状態です。こんな感じの、ここまで白い四角が出てくるところまでアニメーションさせています。では、今回はこの続きを作っていきます。現状、このプロジェクトは、この白が出現するこの部分が最後のキーフレームになっています。で、次のアニメーションはこのキーフレームから15コマ後ですね。からスタートしますので、ここで一度レイヤーを分割しておきます。コントロールシフト D ですね。そして一つ目の動きはこの下の部分ですね。このレイヤーで行われています。で、続きの動きはこちらの上の方で作っていきます。で、現状この白しかないので、この白以外のレイヤーは全て削除しておきます。では、続きのアニメーションを作っていきます。まずこの四角ですね。これのアンカーポイントを左に持っていってやります。コントロールを押しながら移動することで、この点に吸着させてやることができます。で、1のアニメーションですね。キーフレームを打ち、10コマ後に移動します。こんな感じですね。そして次にスケールのキーフレームを打っていきます。スタート位置で、縦横のリンクは解除します。そして、この移動する途中で、スケールの横幅を伸ばしてやります。こんな感じですね。そして、後の方でまた100に戻ると。すると、こんな感じの伸縮しながら移動する動きになります。で、最初のキーフレームには F9 でイーズを打っておきます。こんな感じですね。手前のキーフレームは削除しておきます。で、このシェイプをコントロール D で複製してやります。そして色を変えていきます。使用する色は、前回のアニメーションで使っていた色を使っていきますので、まず水色ですね。先に使用する色のカラーコードをテキストに書き出しておきます。塗りの、まず水色ですね。カラーコードをコピーし、水色でペーストしておきます。そして次が黄色ですね。そしてピンク。こんな感じですね。そして先ほど複製したシェイプの色を水色に設定します。こんな感じですね。そしてアニメーションのキーフレームですね。最初の白に対して1コマずらしてやります。するとこんな感じで少し遅れて白の下から青の残像が出てくるようになります。で、消えるタイミングは同じでいいので、最後のキーフレームだけ元の位置に戻しておきます。すると、こんな感じになります。で、この水色の残像が少し長すぎるので、先ほど伸ばしたスケールの伸縮の部分を少し短く設定してやります。こんな感じですね。すると、こんな感じになります。で、さらに今の水色をコントロール D で複製し、色を変えていきます。次は、ピンクですね。コンテンツの塗りの色をピンクにしてやります。
で、同じようにキーフレームを最後のもの以外は1コマずらしてやります。こんな感じですね。そして残像の長さを調節してやります。同じように複製し、黄色も設定してやります。で、アニメーションも1コマずらしてやります。で、伸縮の調整ですね。すると、こんな感じのアニメーションになります。で、これがまたアニメーション1つセットになりますので、この部分で一度コントロールシフト D で分割しておきます。そしてキーフレームはすべて削除しておきます。では続きのアニメーションを作っていきます。まず、この白いシェイプですね。1でキーフレームを打ちます。そして5コマ後に上に移動します。これで白がこんな感じで上に移動します。そしてこの水色もこの白と同じ動きを設定したいので位置をコピーし貼り付けてやります。そしてピンクは移動しなくていいので次に黄色ですねの位置にキーフレームを打ち5コマ後に下に移動するとこんな感じですね。そしてすべて F9 でイーズをかけておきます。白は1コマ、2コマかな、少し後ろにずらしておきます。この青が出てきたと同時にコントロールシフト D で分割してやります。で、レイヤーを下に、青の下に持っていってやります。そしてこう、入れ替わる感じにしてやります。上下関係ですね。そして青の下に白が入り込むように設定してやります。こんな感じですね。またここで一つアニメーションのセットが終わりますので、レイヤーを分割してやります。で、上に持っていき、キーフレームは削除しておきます。さらに続きのアニメーションを作っていきます。まずこの白はもういらないので削除ですね。で、次に青のアンカーポイントを右へ持っていってやります。そして、1ですね。キーフレームを打ちます。で、まず、2コマで、1コマ分程度移動させてやります。そしてさらに8コマで、右端まで移動してやります。こんな感じですね。すると、こんな感じになります。さらに、スケールのアニメーションもつけていきます。伸縮ですね。先ほどと同じく。
少し縮めてやります。こんな感じですね。そしてこの辺りでまたスケールの伸縮を上げてやり、到着するあたりで100に戻ると。少し後ろでもいいですね。そして最初のキーフレームにはイーズを打ってやります。で、この1のアニメーションなんですが、今、一度、こうスタートした時に後ろにバックするような変なアニメーションが入っているので、この1のキーフレームを選択して、キーフレーム保管法を、この空間ですね、空間の保管法をリニアに設定してやります。すると変なねじれがなくなって、きちっとまっすぐ動くようになります。こんな感じですね。そしてこの到着と同時にまたコントロール D でレイヤーを分割します。そしてキーフレームは削除しておき、アンカーポイントを右下に持っていってやります。こうですね。そして回転のキーフレームを打ち、5個まで90度。そしてもう一度コントロールシフト D でレイヤーを分割し、もう一度アンカーポイントを右下に持っていってやります。そしてさらに5個まで90度足して180度に設定してやります。するとこんな感じで転がるアニメーションをつけてやることができます。こんな感じですね。そして転がり終えた後に1のアニメーションでこう落下するようにしてやります。で、少し弾むようなキーフレームを打っておきます。するとこんな感じですね。それではまたこの水色に最初の部分に別の色の余韻をつけていきます。この始まりの部分ですね。この移動のレイヤーをコントロール D で複製します。そして色を入れていきます。ピンクですね。そして、アニメーションの速度を1コマずらしてやります。で、必要なのはここまでなので、この後はコントロールシフト D でデリートで削除しておきます。こんな感じですね。
同じようにもう一度コントロール D で複製し、黄色を作ってやります。アニメーションの速度をさらに1コマ遅らしてやります。すると、こんな感じですね。で、後ろは削除しておきます。こんな感じですね。そして、次は、このピンクですね。真ん中のピンクにアニメーションをつけていきます。ピンクは、まずアンカーポイントを上に設定してやります。で、スケールですね。キーフレームを打ち、3コマで、高さですね。このスケールが0になって消えるように設定してやります。で、以降はコントロールシフト D で削除しておきます。するとこんな感じですね。そしてこれも複製して色を変えていきます。イエローですね。で、アニメーションのタイミングをずらしてやります。こんな感じですね。さらに複製し、水色ですね。で、さらにキーフレームを1コマ遅らしてやります。すると、こんな感じですね。最初のキーフレームには F9 で Ease をかけておきます。そして最後にこの黄色も同じようにアニメーションさせてやります。まずアンカーポイントを左に設定してやります。まあ、これ左になってますね。この左に設定してやり、同じようにスケールのキーフレームで3コマで幅が0になるように設定してやります。で、以降は削除。そして複製し、色を変えてやります。で、アニメーションのタイミングをさらに1コマですね。で、もう一つ複製し、ピンク。で、アニメーションのタイミングも一つずらします。すると、こんな感じですね。で、同じように頭のキーフレームには Ease をつけておきます。こんな感じですね。すると、全体を見てみると、
こんな感じのアニメーションになります。今回はここまでとしておきます。また次回続きを作っていきます。またお会いしましょう。